やばい。めっちゃ買ってる。じゃじゃーん。なる？これ音聞こえるかな？皆さん、こんにちは。みゆの日本語カフェへようこそ。今日も遊びに来てくれてありがとうございます。今日は、タメ口で無印の購入品紹介をしていこうと思います。で、今回は25個から30個のものを無印で買ってきたので、それを紹介していこうと思います。あと今回改めてみんなにありがとうっていうのを伝えたくって、なぜかというと結構最近Buy Me a Coffee とかあと YouTube のコメントをよくしてくれる人がたくさんいて、もう毎日チェックしてコメントとかで、すごいなんかみんなが喜んでくれてるなとか役に立ったっていうのを伝えてもらえるとすごい嬉しいので、いつも応援してくれてありがとうございます。なんかすごい今は小さいチャンネルだけど本当に数人でもすごいこの動画今日見てよかったなって思えてもらったら嬉しいなって思って、これからも頑張っていきます。はい、それでは本題の動画に行きましょう。で、今日は夏で暑いので無印で買ったアセロラの粉を混ぜて飲むドリンクを作ってみました。それでは今日もたくさんお話ししていきましょう。乾杯！美味しい。なんかちょっと酸っぱくって、アセロラって多分あんまり日本以外では聞いたことがないんだけど、さっぱり系でも意外と甘さもあって美味しい。じゃあまず紹介していくのはちょこちょこ開封済み、すでに開けてしまった商品もあるんだけど、それでも結構興味深いと思うのでどんどん、紹介するね。まず一つ目がじゃじゃーん。これはマイボトル 300ml 用白桃&グリーンティーで、これはこういう小さい袋に入っていて、水でもお湯でもすぐに溶ける粉末のお茶ですって書いてあるんだけど、どういうことかというと、粉末っていうのはパウダーっていう意味だから、これをもう直接コップとか水筒に入れて、で 300ml のお水またはお湯加熱湯を混ぜて、すぐ飲めるグリーンティーなんだけど、これも、結構美味しくって甘さ控えめ、ほぼ甘さがないで、ちょっとだけ白桃の味がする、とってもおすすめで、これは10個入り 300ml を10回分入っていて、次これはちょっと丁寧にやらないと何を紹介して何を紹介してないか忘れてしまいそうだから、この袋に紹介したものはどんどん入れていこうかな。次これ本当にやばい、不揃い抹茶バウム。なんか不揃いシリーズって無印で結構あって、なんかちょっとなんか焼きムラとか、あと変形、その焼き目が、均一じゃない、全て同じじゃないものとか、ちょっと形が変わってるものでももったいないので売ってますっていうシリーズの一つなんだけど、このバームクーヘン無印のがすっごい美味しくって、なんかバームクーヘンって私が前食べた時は結構パサパサだったり、あとはなんだろう、なんかたくさん食べたいとは思うお菓子じゃなかったんだけど、無印のこのバームクーヘンシリーズはもう本当に美味しい、おすすめで、味もたくさんあって、私が今回買ったのはこの抹茶しかない。本当は他の味もあったんだけど食べちゃって、もう食べちゃったのは
紅茶味。これもすごい美味しかった。でも私が一番好きなのは、なんか焦がしバターみたいな味があって、それが好きで、もう3つバームクーヘンを食べちゃったんだけど、これが残ってる。抹茶味なんだけど、これもすごい美味しい。で、前食べた時思ったのは、なんか意外とこれも甘さが少なめで、抹茶の苦味が濃い抹茶の味がしてすごい美味しかった。なのでこれもすっごいおすすめ。本当になんかしっとりかつ、なんて言うんだろう、食べ飽きない味なので買ってみてほしい。はい、これが抹茶バーム ×2 で、次、あ、これもやばい、めっちゃ買ってる。どうしよう。これはね、もう完全に中毒で、じゃじゃーんこれは5袋、しかも1袋につき2人前パケットが2つ入っているから、実際これ10人前この手元にあるんだけど、イカスミ皆さん食べたことあるかな。本当に本当に美味しい。で、イカスミって聞いたら多分イカちょっと苦手かもって思うかもしれないんだけど、私も結構イカは最近まで苦手で、でもこれは何が美味しいかというと、ガーリック強め。イカっていうよりかはなんかガーリックの中にちょっとイカみたいな感じで、本当に美味しい。ここにはイカスミの旨味とニンニクの香りを生かしたソースに隠し味として魚醤を加えました。まあ魚醤も美味しいもんね。魚を使った醤油みたいなソースで、茹でたパスタに和えるだけで出来上がります。はい、これ本当で、だからこれを食べるときはもう一番簡単なのはパスタを湯がく、ソースを入れる、以上でランチができる。で、最近編み出したレシピは、たまに、パエリアを作るんだけど、パエリアを作る時にこれを2袋入れるとイカスミパエリアができる。もう本当に美味しかった。それは本当におすすめ。ちょっと手間がかかるんだけど、ちょっとパエリア味変したいな、味変えてみたいなって思ったら、これ入れるだけですぐ味が変わる。で、まあもうこの買ってる数で私がどれだけこのイカスミソースを愛しているかは伝わると思うので、はい、以上、イカスミソース。で、次、これもね、結構やばい。私が無印に行ったのは先週なんだけど、もうない。ミックスナッツ 340g がなくなっている。ということは、これはとっても美味しいっていうことで、1週間で1袋ぐらい食べちゃうんよね。で、これ我慢してこの、減り具合だから、もう本当に食べたいだけ食べてたらもう3日間ぐらいで食べちゃうと思ってる。で、私は普段ナッツが好きじゃないんだよね。ただこのミックスナッツ、無印のあってからはもうなんか気が狂ったようにミックスナッツを毎日食べてて、でしかもなんかちょっと小腹が空いた時に、なんか料理を作るほどではないけど、ちょっと塩気のあるものが食べたいなって思ったら、もうその食欲を満たしてくれるから本当に便利で、これはアーモンドとカシューナッツとジャイアントコーンが入ってるんだけど、人生で初めてアーモンドを美味しいって思ったよね。で、多分この塩の量がちょうどよくって、結構塩控えめなナッツとかあると思うんだけど、これはね、結構塩が入ってる。でも 100g あたり 0.8g だから、その1日の食塩を摂取する量とかは特に問題がないと思うので、本当にみんなに食べてほしい。これはめちゃくちゃ美味しい。一番最近の無印だったらこのイカスミと
ナッツが一番好きかもしれない。はい。ミックスナッツ塩味。しかも 340g のやつね。で、次。じゃじゃーん。これもね、すごい便利。アヒージョの素。これは、いろいろなスパイスを混ぜてあって、自分でマッシュルームとかエビとかトマトとか、好きな具材を入れて、フライパンとか小さい鍋でジュワーって温めるだけでアヒージョができるという、すごく便利な商品ですね。はい、以上。次。はい、これ。最近無印で見かけた長野のやたらというもの。これ多分郷土料理で、長野県の郷土料理なんだけど、基本夏に食べられてるみたいで、この夏野菜や漬物を刻み、青唐辛子の辛みを効かせた郷土料理やたらをお茶漬けに仕立てました。冷たい水をかけてさらっと食べられます。だから何に似てるかというと、お茶漬けの冷たい版みたいなイメージかな。で、これは、フリーズドライのなんかブロック、この薬味が入ったブロックが入っていて、その上から本当に水とか、氷とかも入れていいんだけど、を入れたら終わりでご飯と食べるっていう感じかな。で、結構夏バテしてる人とかにおすすめかも。なんかもう暑くて食べる元気がないけど、何か栄養を取らないとって思ってる人にはすごいおすすめ。これ長野のやたらで、次。なんだこれは。やばい。イカスミ6個も買ってるかもしれない。ちょっと怖いね。はい、次。じゃじゃーん。これはイカスミじゃなくて、私も食べたことがないんだけど、ひき割り納豆とだし醤油ですね。で、これは何かというと、ちょっとひき割り納豆がドライのものが入っていて、あとはソース。結構ね、わかるかな？結構ねっちょり系のソースが入ってるから納豆ちょっと食べたいなとか、納豆自分で買ってひき割り納豆パスタを作るほどじゃないなっていう時に簡単に作れるからおすすめ。絶対美味しいと思う。これも。次。じゃじゃーん。これとあとこれ同じ？もしかして違うね。これは無印のフリーズドライのお味噌汁で、一つがあさりと長ネギ、こっちかで、もう一つが海苔とめかぶで、お味噌汁って一人暮らしだと特に一人分をわざわざ作るほどでもないなーっていう日が多いと思うんだけど、そういう時にお湯を入れたらすぐできるっていう。で、フリーズドライだから結構具もしっかりしてて、このめかぶとかもトロトロで美味しいからおすすめ。私はこっちはもう食べて、こっちも前食べたことあるんだけど、なんか海鮮系あさりとか食べたい日はこっちで、さっぱりちょっと野菜とかネバネバを取りたいなっていう時はこっちを食べてる。で、次。これはまだ食べたことがないんだけど、刻み野菜の山形だし。これは多分だけど、さっきのやたらとすごく似ていて、これは山形の郷土料理だしをお茶漬けに仕立てましたって書いてあるから、同じ感じで夏だから、その冷たいお水を上からかけて、で結構ネバネバ系の野菜がいっぱい入ってるかな。オクラとか、あとなんだろう、めかぶとか入ってそうだから美味しいと思う。絶対美味しい。で、次。じゃじゃじゃーん。これも2つあるんだけど、これはスルメシートで、スルメシートはね、無印には何タイプかあって、もう一つ食べちゃったものがあるんだけど、それはなんかすっごい大きい30センチぐらいのスルメシートを自分で切って食べましょうっていうタイプと、あとはこうやってもうカットしてくれてるタイプ
なんだけど、スルメシートは何かというと、イカを乾燥させて、こういうなんかスナック的な感じで食べれるようにしたもの。で、昔はもうほんとにスルメが大嫌いで、まず匂いが臭いし、で、味も美味しいって思わなかったんだけど、なんか最近、イカを克服してから、もうスルメが大好きになっちゃって、で、しかもなんかちょっとガムとかグミみたいな、結構、なんて言うんだろう、弾力のあるスナックだから、一生食べれる。ほんとにおすすめ。スルメシート。はい。で、次。ちょっとスルメに似てるんだけど、で、次はホタテの貝ひもスナック。これは国産ホタテの貝ひもを塩で味付けし、焼いて仕上げたノンフライスナックです。ホタテの旨味とカリッとした食感が特徴です。で、貝ひももなんか最近まで何か知らなかったんだけど、そのホタテとか貝を開けると、その丸い貝が入ってあって、で、横っていうか周りにこういうなんか粘膜みたいなのがあるんだけど、それだけを取って、で、今書いてあったように焼いて、で、ちょっと乾かして、そしたらこういうパリパリ結構パリパリなんだよね。なんかポテトチップスみたいな感じ。でも噛んだらちょっと中に、なんて言うんだろう。噛み応えのある部分があって、で、味は結構しょっぱくて、本当に海鮮の味なんだけど、これもすごいおすすめ。でもやっぱり小さいから、この袋とか。一回開けたら全部食べちゃうから、結構気をつけてる。で、次。あ、これいいかも。みんなにおすすめかも。これも無印の、炊き込みご飯シリーズっていうのが、これも何種類かあって、前もなんかタコのやつとか、あと栗ご飯の炊き込みご飯とかも試したんだけど、全部美味しくって、あとタケノコも試したかな。これは今回はハマグリとアオサのご飯で、結構海鮮系なんだけど、これも本当にいつも炊飯器で炊くご飯にこれを、この液体とあと具が入ってるんだけどを混ぜ入れて、ピッて炊飯器を押したらこの美しい炊き込みご飯が出てくるっていう優れもの。すっごいおすすめ。これもまだ食べたことないんだけど、これも絶対美味しい。美味しそう。なんかちゃんと人参とかその野菜とかも入ってるから、結構健康にもいいのかなって思ってる。最後の食べ物系で言うと、これは茎わかめ梅味で、これもわかめだから海鮮なんだけど、何がいいかって梅の味がついてるから、すっごいさっぱりしてて美味しい。で、本当にこれも夏におすすめのスナックかな。で、あと、私は個人的に梅が大好きだから、もうなんか、梅味だったら何でも買っちゃうんだけど、特に茎わかめは昔から食べていて、とってもさっぱりしてるし、なんか後味もすっきりしているからおすすめ。で、しかもこれは個包装って言って、全部開けたら茎わかめってわけじゃなくて、その中にまたパッケージが入ってて、その中に茎わかめが何本か、例えば3本とか4本入ってるので、ちょっと小腹が空いた時にもぴったり。はい。で、以上が食べ物系なんだけど、ちょっと一回これを飲むね。美味しい。次、じゃじゃーん、ルーズリーフ。はい。結構ね、無印はみんなペンとか、あと、なんて言うんだろう、文房具系が有名だと思うんだけど、やっぱり結構好きで、その文房具系が。ルーズリーフもすごいおすすめ。なんかね、紙がツルツルしてて、しかもこの線が濃くなさすぎる。その結構薄いんだけど、均等に描けるような仕組みっていうかデザイン。だからこれもすごいおすすめ。で、これに私はその日やることとか、それこそ YouTube の企画とか、書き出した方が脳みそが整理されるから、
これを結構使ってるかな。で次これもう開けちゃったんだけど、これはチークブラシです。でこんな小さいのに、でくるってしたら出てきて、でこれをチークにつけて顔に塗るだけ。これはね結構おすすめ。はい、しかも軽いしメイクポーチに入れやすい。次これも結構いいかなって思って、ピルケースの S サイズなんだけど、私は毎日、ビタミン D とかいろいろなビタミンを飲んでるんだけど、結構忘れがち、朝に飲むの。だからこういうケースに入れて見える場所に置いてたらちゃんと飲むかなって思って、対策として無印のケースを買ってみた。はい。で最後は今回一番買ってよかったなでしょうの、ひんやりボディミストでエクストラクールで、これ何がいいかというと、天然由来成分にこだわったボディミストですって書いてあって、私はなんか小さい頃から結構アトピーとかあって肌が荒れやすいんだけど、この無印のなんて言うんだ、ひんやりボディミストはハッカ油とか結構そういうナチュラルな成分しか入ってないから、いっぱいつけても全然荒れなかったし、すごいいいと思う。でどうやって使うかというと、なんかここにボタンみたいなのがあって、それを横にして、ですごいね細かいミストなの、わかるかな。でこれを直接しかもね肌につけていいやつだから、こうやってかけて、で何だったっけ、でこうやって直接かけて、で3分ぐらい経ったらどんどんひんやりしてきて、それがね30分とか1時間とか持つんだけど、これは本当におすすめ。なんか外とか35度とかあっても体感温度が低くなるから外で過ごしやすくなる。これ音聞こえるかな。やばい、カメラにかかっちゃったかも。そうでもう結構使ってるんだけど、これはね外出する時には絶対日傘と一緒に持って行ったりして、で夏バテにならないように気をつけてる。なのでぜひみんなも試してみてほしい。で以上が無印購入品でした。でも本当に今回も無印でいろいろ買ったんだけど、よかったなって思って。あと忘れそうだった、このトップスも無印で、多分部屋着なんだけど、これもねコットンなんだけどすごい涼しいので夏にぴったりかなって思って。このカーディガンは違うんだけど、カーディガンとか上に羽織っても着れるし、ちょっとコンビニに行きたいなっていう時とかも着ていけるので、すごいいいなって思いました。ではい、今回こそ本当に以上が無印購入品紹介でした。でぜひみんなも無印でこれ買ってみたいなとか、これどういう商品かなとか、あとは逆にこれは買って本当に良かったよっていうのがあったらコメントで教えてください。それでは今日もみゆの日本語カフェ遊びに来てくれてありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。またね。